ねえメタン、海外で財布すられたら警察ってちゃんと探してくれるのだ？ずんだもん、その質問の時点でね、もう負けてるのよ。負けるってどういう意味なのだ？向こうで財布をすられたらね、その事件は未解決30件の山に積まれて終わりよ。もう勝負ついてるってどういうことなのだ？現地の刑事に聞けばね、もう一発でその答えが返ってくるわよ。未解決30件なのだ？刑事一人の机にそれだけの未処理ファイルが積まれてるってことよ。聞いたことない数字、桁が違いすぎるのだ。それが現地ではね、ごく普通のスケール感だと言われているの。でもずんだもんは海外旅行に行きたいのだ。あらそう、ロストかパリとか夢見ちゃってるのかしら。そうなのだ。ハリウッドとかエッフェル塔とか憧れるのだ。その憧れの街でね、財布をすられた瞬間からあなたは番号になるの。番号なのだ。被害届の整理番号よ。それ以上でもそれ以下でもないわ。警察が動かないのだ。動けないの。人手が足りないのよ。そんなカメラだってあるのだ。防犯カメラ。映ってても追わない。追える人員がもう枯渇してるんだもの。それじゃ証拠あっても意味ないのだ。そう、証拠とその先の捜査はもはや別問題なのよ。嘘なのだ。ずんだもんの夢が崩れていくのだ。ところがね、同じ頃、日本のとある事件はたった半日で犯人像が出揃っていたの。半日？日本だけ世界線が違うのだ。そう、それが今夜暴く異常な聖域の正体よ。でも数字がないと信じられないのだ。いいわ、動かしようのない数字を並べてあげる。日本の窃盗検挙率はね、おおよそ3割から4割と言われているわ。じゃあ海外は？アメリカの窃盗検挙率はね、十数%前後とされる地域も珍しくないのよ。10人盗まれて1人しか捕まらないのだ。イギリスやフランスでも似たような低水準が報じられているわ。先進国なのになんでそんなに低いのだ？組織化された万引きグループがね、想像以上に広がっているからよ。組織なのだ。個人じゃなくて複数人で計画的に何店舗もはしごするスタイルが報告されているの。そんなビジネス現地で本当に成立してるのだ。需要も流通先も地下でしっかりつながってるのよ。年間の小売被害額はね、海外大手紙の試算で兆円規模に達するとされているわ。なのだ。桁が壊れてるのだ。対して日本はね、落とし物の還付率が世界で群を抜いて高いのよ。還付率、戻ってくる率なのだ。そう、現金ですら相当の割合が持ち主に戻ると報じられているわ。財布が戻ってくる国、ファンタジーなのだ。年間の遺失物取扱件数も警察庁の公開数字で数百万件規模よ。数百万件全部記録されてるのだ。全部台帳に載せて棚に並べて待つの。数字で見るとね、これは治安の差じゃない、社会の構造が違うのよ。構造？そう、構造の話。次の現場を見ればもっとわかるわ。もう3度目ですね。今度は店ごと閉めるしかない。3度目なのだ。同じ店が半年で3度棚を空にされました。これがね、海外の中小小売店が直面している現実よ。カメラに顔も映っています。それでも警察来ません。なんで来ないのだ。電話たらい回し、最後は自己責任と言われました。保険も下りない、警察も来ない、 SNS に上げても誰も特定しない。カメラに映ってるのになんで誰も追わないのだ。だってね、追う人でも追う気概もないんだもの。私の店は小さな書店です。もう続けられない。本屋さんまで狙われるのだ。棚の本がまとめて運び去られました。転売されるそうです。組織化されたグループがジャンルごと根こそぎ持っていくの。夜中に窓を割られてレジごと持っていかれました。レジごとなのだ。保険会社ももう契約を断ってきます。保険会社が小売向け保証を縮小しているという報道もあるわ。つまり自衛するしかないのだ。自衛もできない、警察も来ない、保険も下りない、それが現実よ。今日で店を閉じます。ありがとうございました。店主さん行っちゃうのだ。こうやってね、街から一軒また一軒と灯りが消えていくのよ。灯り戻ってこないのだ。一度消えた商店街、二度と元には戻らないと言われているわ。さて、ずんだもん、画面を切り替えるわよ。なのだ。同じ時刻、東京のある事件はね、たった半日で犯人像が出揃っていたの。半日？警察優秀すぎなのだ。いえ、警察じゃないわ。警察じゃない。じゃあ誰なのだ。その答えはね、この国にしか存在しない無名の集合地よ。集合地なのだ。そう、警察より早い社会、
その正体をこれから見せてあげる。これ、駅のベンチなのだ。そう、ノートパソコンが置きっぱなしなのに、3時間後も同じ位置にあるの。嘘でしょ。ロスでやったら3秒で消えるのだ。これがね、世界基準では完全にバグなのよ。バグ？でも快適なのだ。ここが交番の落とし物だな。財布が3年前のものまで保管されているわ。3年？捨てないのだ。持ち主が現れるかもしれない。ただそれだけの理由で、棚に並べ続けるの。優しすぎるのだ。というか、暇すぎるのだ。暇じゃないわ。ただ、棚を空にしないという文化が根付いているの。棚を空にしない文化。すごいのだ。3年末、それは執念とも言えるわね。そして極めつけ、この国で跳ね、学生が一人で電車に乗って学校へ行くのよ。そんなの普通なのだ。ずんだもんも。あれ？普通じゃないのだ。海外の親が見たら、そっとするレベルの異常事態よ。そうなのだ。日本の常識。世界の非常識。これがね、異常な聖域の日常風景なの。海外の親、本当にそっとするのだ。誘拐リスクへの感覚値が根本から違うのよ。海外大手紙でもね、戸惑いの記事が並んでいるわ。戸惑いって、なんて書いてあるのだ。なぜ警察より早いんだ。日本だけ別ルールが走っているのか。ってトーンよ。別ルール、なのだ。その正体がね、ネット上で特定班と呼ばれる集合地なの。特定制服のロゴ、背景の建物、方言の訛り、SNS の足跡、ありとあらゆる情報をつなぎ合わせるのよ。そんなの、もう探偵社なのだ。社会全体が探偵化する。それが日本の集合地よ。プライバシーは、本当にどうなるのだ。そこは別の議論。でも犯人だけは逃げ切れないの。日本人はね、見て見ぬふりをしないんじゃないの。違うのだ。違うわ。見たら絶対に許さないの。見たら絶対に許さない。なのだ。これは優しさじゃない。別種の異常な倫理よ。ジャパン、本当に信じられない別の惑星みたいです。外国人キャストさんも引いてるのだ。さて、なぜ日本だけがこうなったか、結論を言うわよ。ごくり、なのだ。これはね、民族性じゃないの。民族性じゃない。なのだ。社会の同調圧力と恥の文化が結果的に世界最高の治安装置になっているという話よ。同調圧力、それって悪口で使われるやつなのだ。そう。普段は息苦しさの代名詞。でも治安の文脈では最強の武器なの。強みと弱み、表裏一体なのだ。そう。社会全体の鏡像のようなものよ。つまりね、日本は優しい国じゃない。違うのだ。逸脱を許さない国。これが正しい最定義よ。逸脱を許さない。ちょっと怖いのだ。その怖さがね、海外から見たら異常な聖域に移るの。もちろん副作用もあるわ。息苦しさ、特定文化の暴走リスク、社会問題として議論されているの。光と影、両方あるのだ。そう。聖域の代償、それを背負って今日も日本人は暮らしているのよ。ぬくぬく暮らす裏に、覚悟があるのだ。気づいた時にはね、もう簡単には手放せないわよ。だからね、ずんだもん、海外移住、本当にする？その質問はずるいのだ。答えなさい。ロスかパリか、それとも、こたつか。やっぱりこのぬるま湯から出たくないのだ。そうやってね、日本人は今日も聖域に閉じこもるのよ。ずんだもん、聖域の住人なのだ。その自覚があるなら、もう立派な日本人だわ。次回はね、海外で、なぜ日本のコンビニには警備員がいないのか、議論になっている件よ。警備員いないのが普通じゃないのだ。異常な聖域、日本の正体を暴く旅、続きはチャンネル登録でね。逃したら、それこそ未解決よ。